こんにちは。このポッドキャストは B リーグを数字と本音で料理するをテーマにスポーツライターサマンサと NBA US ヒップホップを愛する仲間たちが B リーグの注目カードや話題のトピックをピックアップ、膨大なデータと現場の空気感をスパイスにどこよりもディープかつ自由に語り尽くす B リーグをもっと深くクリティカルに楽しみたい人のためのポッドキャストです。今日のゲストはアニー。はい、よろしく。今回のテーマなんだけど、もうこれしかないよね。B リーグファイナル、長崎ベルカ対琉球ゴールデンキングス、プレビュー第1弾。ちょっと待って。私これ収録前からずっとそわそわしてて。まあ、それはわかる。今日は、矛と盾の頂上決戦っていうテーマで、長崎のオフェンスと琉球のディフェンス、それぞれを徹底解剖していくんだけど、なんでこのファイナルが特別なのかっていう話から始めたくて、そうなんだよね。ただ強いチーム同士がチャンピオンを競う以外の意味のある戦いだよね。そこなんだよ。数字の話ももちろんするけど、まずそのなぜの部分から掘り下げていこうかな。まず長崎の話をしないと始まらないんだけど、このチーム、設立2020年なんだよね。2020年？ちょっと待って。それって6年前じゃないですか。そう。B3 から始まって、B3 優勝、B2 優勝、B1 昇格って、毎年一個ずつ階段を登ってきて、今シーズンいきなりファイナルまで来た。何それ、えぐくない？普通そんなことある？ないよ。日本バスケの歴史でもほぼ前例がない。ヒーローズジャーニーって言葉があるけど、まさにそれで何も持ってないところから始めた挑戦者が試練を乗り越えて頂上にたどり着くっていう物語の構造が長崎にはガチでそのまま当てはまる。なんかそれ、試合じゃなくてもうドラマじゃないですか。私、ベルカファンだから特別な気持ちはあるんだけど、それを抜きにしても、このチームを応援したいってなる人の気持ち、めちゃくちゃわかる。で、対する琉球は、なんか対照的でね、岸本さんが13年いて、クーリーさんが6年、そういうベテランが長年チームの柱として支えてきた、いわば王朝なんだよ。沖縄のファンベースも熱くて、勝つことを義務付けられてる側。プレッシャーの種類が全然違うよね。長崎は挑戦者で、琉球は負けられない戦いなんだね。そこが面白くて、なぜこのカードがなぜ特別かって、戦術とか数字じゃないんだよ。新興クラブの挑戦者と王者の誇りと責任、その二つの全く異なる物語がファイナルの舞台でぶつかるっていう、そっちにある。もうエモいわ、それ。ちょっと戻ると、今日のメインテーマは、矛と盾なんだけど、その前提として、両チームが全然違う理由でここに立ってるっていうのを頭に入れといてほしくて、数字の話はこれから全部やるから、まずその物語の輪郭だけ掴んでもらえると、今日の内容がより刺さると思う。確かに、背景がわかると、プレーの一個一個の意味が変わってくるんだよね。じゃあ数字の話いくよ。まず長崎のオフェンスがどれだけ規格外かっていうのをちゃんと叩き込んでおきたくて、きたー、スタッツコーナー。リーグの平均得点ランキング見ると、長崎が1位でシーズン平均91.2点。これ、2位以下を結構引き離してて、例えば千葉が84.3点、琉球が82.2点なんだよね。9点差？レギュラーシーズン60試合やってそんなに差が出る？そう、平均で9点近いさ。バスケって1点2点の積み重ねが勝敗を分けるスポーツだから、これがシーズン通じて続くってえぐいレベルの話なんだよ。それ、もう長崎だけ別のゲームしてる可能性ありません？ほんとそれ、得点が高い理由としてすごく大事な数字がペースで、長崎のセミファイナルゲーム1でのペース70点台前半なんだけど、これ実は意図的にゲームを支配してる時の数字で、シーズン通じると彼らが仕掛ける時のペースはもっと上がる。相手の千葉は81.92っていうペースだったのに対して、長崎はそれを自分たちの速度で上書きしてくる。なんか、自分たちのリズムに引き込む感じ？まさにそれ。早く攻めたい時は早く、遅くしたい時は遅くできるっていう制御力が長崎のオフェンスの根っこにあって、ただ闇雲に走ってるわけじゃなくて、意志を持って試合のテンポを操作してる。それがオフェンシブレーティング131、75っていう数字に出てる。リーグトップクラスの数値だよ、これ。ちょっと待って、131って何？ 100ポゼッションあたり131点取ってるってこと？つまり攻めの効率がそれだけ高い。で、なんでそんなに効率が高いのかっていうと、ここが面白くて、長崎の本当の恐ろしさって、実は速さだけじゃなくて、もう一つある異常な数字があって、それが相手の心を折るんだよ。速さだけじゃないの？そう。ちょっとだけじらすね。その数字、なんだと思う？アシスト数とか？いや、違う。
その数字とは、オフェンスリバウンド獲得率。本当にリバウンドが心を折るにつながるの？これがね、数字的にはガチでやばくて、セミファイナルのゲーム1で 38.6%、ゲーム2でも 30%。つまり、長崎が打って外したシュートの3、4本に1本は長崎自身が取り返してるってこと。ちょっと待って、それって相手チームからしたらどういう感覚なの？なんか、守り切ったと思ったのにもう一回攻められるっていう感覚がずっと続く感じじゃない？ディフェンスって体力だけじゃなくて精神的なエネルギーもすごく使うんだけど、やっと止めたの直後にまたオフェンスが来るって、心理的なダメージがめちゃくちゃ大きいんだよ。なんか消耗戦になるってこと？そう。しかも、長崎のオフェンスリバウンドって、ただポジションを取りに行くんじゃなくて、ボックスアウトをサボった一瞬の隙に突っ込んでくるから、ディフェンス側は常に集中を切らせない。それが積み重なると、第4クォーターで足が止まってくる相手チームと、まだ走れる長崎っていう差になって出てくる。それえぐい。セカンドチャンスポイントって数字で出てたりするの？出てるよ。ゲーム2の全体で見ると、セカンドチャンスから7点取ってる。数字だけ見ると7点かってなるかもしれないけど、これって相手がシュートを止めた後に生まれた得点だから、消耗させてから上乗せするっていう構造になってて、精神的なダメージとフィジカルな失点が同時に来る。それもうほぼ反則じゃないですか？で、ここがベルカのスタイル、ハズイットの H、ハードっていう部分に直結してて、一生懸命泥臭くっていうやつ、リバウンドって体を張って取るプレーだから、スタッツの上ではオフェンスリバウンド獲得率って地味に見えるんだけど、実際の試合では一番チームの粘りが出る数字だと思ってる。そうそうそう、JB とかアキル・ミッチェルさんとか、あの辺の選手が体張って取りに行ってるのって試合で見てると本当に分かって、あそこで拾われた相手チームのディフェンスの人の顔とかを想像すると、そりゃしんどいよな。ちょっと戻ると、ポイントは速さとオフェンスリバウンドがセットになってることなんだよね。長崎がトランジションで走れるのって、実はリバウンドを取りきれなかった時でも次の守備への切り替えが早いからで、両方が連動してる。速さだけ止めても、リバウンドがある限りオフェンスは終わらない。なんか詰将棋みたい。いい例えだわ、それ。で、この終わらないオフェンスを琉球がどうやって止めようとするのかっていう話が、次の盾の章にそのまま繋がってくるんだよ。で、実際セミファイナルってどうだったの？数字だけじゃなくてもっと聞きたいんだけど。そう、そこが面白くてね。セミファイナルのゲーム2で長崎のファストブレイクポイントが21点だったんだけど、21点？1試合で21点をトランジションだけで取ってるんだよ。しかも相手は千葉ジェッツでしょ？あの千葉がですよね。いや、ちょっと想像してほしいんだけど、千葉のハーフコートのセット組んで、ディフェンスポジション取ってる状況で、もうボール飛んでくるじゃないですか。あれ対応できるって思う？試合見てて思ったのが、ターンオーバーの瞬間からもう長崎の選手が走り出してて、ボールを持った選手がプッシュして、気づいたら2対1、3対2ができてるんだよ。あ、いつの間にみたいな。わかる。気づいたら決まってる感じ。あれが鬼かっこいいんだよ。ヘッドコーチのコメントがすごく好きで、昨日の反省を翌日に即座に活かすことがこのチームのプロセスって言ってて、ゲーム1で前半が弱かったっていう反省があったのに、ゲーム2ではそれを修正してあのファストブレイクが爆発してるんだよね。言葉と試合内容がちゃんと一致してる。それがまたいけてるんだよな。選手も結局技術云々じゃない、泥臭くやるだけみたいなこと言ってたじゃないですか。そうそう。ルーズボールへの飛び込み、ボックスアウトって、なんか泥臭いプレーを全員が全力でやるから、トランジションが生まれてるって話で、JB とか馬場ちゃんがルーズボール拾って走ってシーン普通にあるじゃないですか。あれ毎回テンション上がる。ちょっと戻ると、このセミファイナルの爆発力って、長崎がただ速いチームじゃないっていう証明なんだよね。修正力があって、泥臭さがあって、その上にトランジションが乗っかってる。それが琉球の鉄壁にどこまで通用するかっていう話が、いよいよ次のチャプターに入ってくる。じゃあ今度は琉球の話をしていくんだけど、長崎が矛なら琉球は間違いなく盾で、その盾がどれだけ硬いかっていうのを、まず数字で見せたくて、ぶつかったらどうなるんだろうって今からもう想像しちゃってる。まずリーグの平均失点ランキングで、琉球は今シーズン1位なんだよ。平均失点が圧倒的にリーグ最小で、ディフェンシブレーティングも107台。ちょっと待って、107って、さっきの長崎の131と比べたらどういうこと？わかりやすく言うと、琉球と戦った相手は100ポゼッションあたり107点しか取れないってこと。長崎が131取れる攻撃力を持ってる一方で、琉球は相手を107に抑える。この差がどれだけ埋まるかっていうのが、このファイナルの本質的な問いになってくる。なんか算数的に矛と盾がぶつかったらどっちが勝つかって問題が実際に起きてる感じ。ガチで？そう。
矛と盾っていう言葉の由来になった話そのままになってる。で、面白いのが琉球の平均得点。これ82.2点でリーグ12位なんだよね。12？ それって弱い方じゃないですか？いや、これがね、意図的なんだよ。攻撃の数字だけ見ると地味に見えるんだけど、失点も同じくらい少ない。つまり、たくさん点を取るんじゃなくて、相手に取らせないことで勝つ設計になってる。実際セミファイナルのゲーム2でもファストブレイクポイントが7点で、あれだけのチームを相手にトランジションを最小限に抑えてる。それって相手の武器を封じる戦略で勝ちに行ってるってこと？まさに、どうやって封じるかっていう思想の話が次に繋がってくるんだけどさ。でね、どうやって封じるかっていうところに、琉球の守備の本質があって、個々の選手が強いのは前提として、そこには明確な思想がある。思想？なんか哲学っぽい話になってきた。そう、まさに哲学の話で、琉球の守備って個の力だけじゃないんだよ。チームとして共有されてる、こうやって勝つっていうコンセプトが全員に染み込んでる。それって具体的にどういうこと？その哲学の核心は、徹底的に相手のペースを殺すこと。ちょっと待って、ペースを殺すって？さっき長崎の話で、トランジションオフェンスが生命線だって言ったじゃないですか。ターンオーバーした瞬間に走り出して、気づいたら2対1ができてるやつ。あれを琉球は出発点で消しに来るんだよ。出発点で？そう。まず琉球はターンオーバーを極限まで減らす。自分たちがボールを失わなければ、長崎はトランジションに入れない。で、セミファイナルゲーム1の琉球のファストブレイクポイントが5点で、これって数字的に言うと、琉球が自分たちのターンオーバーからの失点を最小化したの裏返しでもあるんだけど、同時に相手にもトランジションを走らせなかったっていうゲームコントロールの結果でもある。それ、相手の武器を使わせないってこと？まさにそう。でね、もう一つ重要なのが、琉球はたとえシュートを外しても、すぐにトランジションディフェンスに戻れるようなポジショニングを常に意識してるんだよ。これ、桶谷ヘッドコーチがモメンタムの制御って言い方をしてて、要は、一回のミスで流れを渡さない冷静さがチーム全体に浸透してる。それって選手全員がそれを意識してるってこと？一人でもサボったら崩れそうじゃないですか。そうなんだよ。だから琉球って共通理解の深さがすごくて、桶谷ヘッドコーチもそこを強調してたんだけど、シーズン通じて試行錯誤して積み上げた全員がどこに立つべきかっていう共通言語がハーフコートバスケを機能させてる。なんか OKC とかってそういうチームじゃないですか。SGA 一人が強いだけじゃなくて、全員がシステムを理解してて、だから機能するっていう。確かに、それな。確かに構造的には似てて、エゴの排除ってビッグローさんが言ってたんだけど、個人がスポットライトを求めない分、チームとしての動きに全部のエネルギーが向く。なんかかっこいいな、それ。で、ハーフコートに引き込まれると長崎にとって何がきついかっていうと、長崎のトランジションって数的優位の状況でシュートを打てるから効率が高いわけで、5対5の整った状態でセットされた琉球のディフェンスを崩すのは全然別の難しさがある。確かに、走って決めるのと、ガチガチに守られた相手をこじ開けるのって、完全に別の問題ですよね。そう。長崎が速度とたくさんのアタックで戦うなら、琉球はポゼッションのコントロールと密度の高いディフェンスで戦う。そこで言うと、実はこの哲学の対決を一番象徴するマッチアップが出てきて、それが経験の話にもつながってくるんだけど、経験の話、めっちゃ気になる。そこで言うと、琉球の選手の在籍年数がすごくて、岸本隆一が13年、クーリーが6年、小野寺翔太が4年。これ、ただ長くいるってだけじゃなくて、ファイナルの重さを身をもって知ってる選手たちってこと？ 13年って、なんか想像つかない。大舞台って初めて立つ時と2回目、3回目って全然違うんだよ。第4クォーターの接戦で心拍数が上がった状態でもちゃんと判断できるかどうか、それって経験値が直接出る部分で、ああ、確かに。長崎ってファイナル自体が初めてじゃないですか。そうなんだよ。で、今シーズンのレギュラーシーズンの対戦成績も見ると、3月に2試合やってて1勝1敗なんだけど、長崎が勝った試合がアウェーで68対58っていうロースコアゲームで、実はあれって長崎にしては珍しいペースの試合なんだよね。長崎が68点？それ全然らしくない。そう。逆に、琉球が95点取って勝った試合は、スコアだけ見ると接戦じゃないんだけど、琉球がハーフコートを徹底して支配した試合で、桶谷ヘッドコーチが言ってた、モメンタムの制御がうまくいってたんだろうね。それって連続失点を絶対に許さない冷静さのことで、あれがベテランのいるチームにしかできない芸当だと思う。試合の空気を読む力みたいな。ちょっと戻ると、ビッグローさんが We win の精神って言ってたじゃないですか。I win じゃないんだよ。
個人スタッツよりチームの勝利っていう言葉が長年積み上げてきたチームから出てくるのって言葉の重みが違う。それを体現できるかどうかがファイナルの大舞台では全部出ると思ってて。なんか、琉球が怖くなってきた。ちょっと整理したいんだけど、今回話してきた内容をまとめると、本当に矛と盾の構図がくっきり出てて、長崎は平均91.2点、オフェンシブレーティング131.75でリーグトップの攻撃力、セミファイナルでファストブレイクだけで21点取れるチームが、ディフェンシブレーティング107台の鉄壁にどこまで通用するかっていうのがこのファイナルの本質的な問い。なんかこうして並べるとガチで矛盾対決じゃないですか。理論上どっちが強いとかじゃなくて、バスケってこういうことかみたいな試合になりそうで、そうなんだよ。で、両チームのスタイルの衝突から何が生まれるかって考えると、まず第一クォーターの入り方が超重要で、長崎が早い段階でトランジションを何本か出せるかどうかで、試合の流れが全然変わってくる。琉球がそれを封じてハーフコートの戦いに持ち込めば、長崎は別の攻め方を求められるってことだよね。そう。で、その別の攻め方ができるかどうかの鍵を握るのがスタンリー・ジョンソンだと思ってて、あの人、平均22.8点でシーズンのチームトップスコアラーなんだけど、ハーフコートのクリエイトもできるし、5.7回のファウルを毎試合もらえる選手で、セットされた琉球のディフェンスを崩す役割を担えるかどうかっていうのが、長崎が勝つシナリオの核心にある。本当に私 JB のことばっかり言いたいんだけど、そうだと思った。JB も間違いなく重要なんだけど、キーマッチアップとして特に面白いのが、スタンリー・ジョンソンとビッグローの対決で、ビッグローって16、7点でサイズが実は201センチあって、しかもエゴをコントロールする精神が染み込んでる選手でしょう。あの人がスタンリーに対してどこまで仕事をさせないかっていうところ、ここが試合の流れを決めると思う。確かに、スタンリーが抑えられたら長崎の攻撃はヒョンジュンと JB で組み立て直さないといけなくなって、それを琉球が狙ってくる可能性あるじゃないですか。そうそうそう。で、琉球側はその経験と共通理解の深さで、スタンリーをシングルで守れるか、ダブルを仕掛けるかっていう判断を、クラッチタイムでも冷静にやり続けられるかどうか、13年いる岸本さんみたいな選手がコートにいる重さって、数字に出ない部分で絶対に効いてくる。それで言うと試合の終盤ってどうなるんだろう。長崎が最終クォーターでオフェンスリバウンドを取りに行く場面と、琉球がモメンタムを制御しようとする場面が同時に起きるじゃないですか。そこが一番見たいんだよ、私も。それで言うと、次のエピソードでもっと深掘りしたいことがあって、次のエピソードでは、両チームの勝敗を分ける X ファクターとなる選手に完全フォーカスしていくから、X ファクター、それ誰なんですかってか何 ?X って。ふふふ、それは次回のお楽しみなんだけど、ヒントだけ言うと、数字には出にくいけど、試合の流れを決定的に変えられる選手っていう軸で選んでる。なんか気になりすぎる。両チームそれぞれいるってこと？そう、それぞれ一人ずつ掘り下げていく予定で、なんか、スタッツだけ見てたら絶対に気づかない部分をちゃんと言語化したいなって。ちょっと待って。あとサマンサの勝敗予想も聞きたい。今回ずっとデータの話してたじゃないですか。それ全部踏まえてどっちが勝つと思ってるの？それはね、次回、今言ってよ。私の中ではもう答え出てるんだけど、先に言ったら次回の楽しみがなくなっちゃうから、全部の分析を出し切った上で、最後に言う。一番聞きたかったのに、ちょっと戻ると、今回のポッドキャストでは、長崎がなぜ得点を量産できるのか、琉球がなぜ失点を抑えられるのかを整理したよ。5W1H で言うところの What と Y だね。次回はそこに Who を加えて、ファイナルの結論まで持っていく。なんかもう今すぐ収録したい。というわけで、クックアップポッドキャスト、今日も聞いてくれてありがとう。チャンネル登録といいね、コメントも絶対お願いします。次回も絶対聞いてね。絶対だよ。またね。